おはようございます。カエルテです。今日はこの爆裂種ポップコーン用のトウモロコシの収穫をしています。収穫をしながらこうやってカットしてトウモロコシの茎の処分も同時進行でやっちゃいます。というのはとにかくなかなかこれね分解されないので、夏の太陽のパワーのあるうちにとっとと解体してしまいます。開けると中が歯抜けでちょっと笑っちゃいました。はい、ではこうやって粒を外していきます。これなんかもっといいやり方があるのかもしれないんですけれども、毎年ねそんなに大量じゃないのでこうやって指で外すんですが、親指の指紋がなくなってしまうぐらいちょっとね指が痛いです。トウモロコシを食べる時と同様、まずね縦にこう1列か2列ぐらい外してしまって、でこんな感じでポロポロポロっと外していきます。任務完了です。皆さん紅菜苔って知ってますか？赤色の茎の菜の花なんですけれども、とっても美味しいんですよ。もともと菜の花が食用としてね大好きなんですけれども、我が家で普通の食用菜の花を栽培すると最後にアブラムシがこうついてしまって残念な結果になっていたのが、ある時メルカリでね在来種の種セットみたいなのを購入して植えた年があって、その中に紅菜苔の種も入っていて、植えてみたらアブラムシが全くつかないで、しかも味が従来の菜の花よりもずっとよくって、特にその茎の食感がね最高なんですけれども、あとその冬の間ね畑の中で花は全然ないわけですよね。その中で赤い茎のね黄色い菜の花が咲いているっていうのがなかなかあの目にもいいんですよね。でそれ以来毎年栽培しています。うちは自分たちが食べる分しか作りませんが、農家だったら絶対これを栽培したいなというぐらいに一押しです。ちょうど育苗トレイの上に乗るようなプラスチックの容器の中にプラスチックポットを3列ずつ入れて、でも土もねこのプラスチックポットが硬いのでそのまま突っ込んで土を入れて、はい、これで土入れ完了です。これ種まきバイドじゃなくて普通のプランター用の土を使っています。では種まきしていきましょう。ポットの中に4粒から5粒ぐらいパラパラっと巻いてあります。
巻き終わったらプラスチックポットの底で軽く押さえます。種がね小さいので、こうするとこう流れてどっかに行きにくくなります。上にバーミキュライトをパラパラパラっとかけます。土のね黒いところが全部隠れるぐらいに巻いてみましょう。お水をやります。で、このプラスチックの容器を100均で売ってる洗濯ネットっていうんですか、この大きいやつを買ってきて、その中に丸ごと入れてしまいます。チャックをしたらこれで種まき終了です。毎日少しずつお水をやっていきます。もうね、終わったところは草をちょっと取ってやって慣らしてから、秋野菜用の畝にしていきます。種をまくので、真ん中にこうやって軽く線を引いて株の種をまいていきます。これダイソーの2つで110円っていう種なんですけれども、結構ねいいんですよ。でちょっと小株を今回は買ってみました。少ない分量が家庭菜園向きですね。できるだけ重ならないように種をまきます。巻き終わったらこう優しく土で覆います。そんなに深く植える必要はないので、もうちょっとこう土を軽く撫でる感じで、はい、これで植え終わりましたので、お水をやります。もう今年は全然雨が降らないから土がカラッカラなんですよね。なのでちょっとたっぷりめにお水をやっていきます。
の畑は井戸もないですし水道もないので、雨水をバケツに張っているのと、あとはもう家からねお水を一輪車に積んで持ってくるっていう、それしかやりようがないんですね。夏はとにかくねこのお水問題があります。やっぱり好きでないとねできないですね。草刈りで買ったばかりの草が畑に大量にあったので、ヤギちゃんたち用に持って帰ってきました。雑草はねとにかくもう憎き雑草だったんですけど、ヤギを飼い始めて雑草が資源に見えるようになってきました。2匹とも喜んで食べています。この雑草をね食べてくれるっていうのはヤギのいいとこですよね。だって餌代が無料一輪車に乗せて運ぶのは結構大変ですけどね、暑いし。一度家に帰って涼みたいと思います。それでは皆さん、また次の動画で会いましょう。